皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。私、第3回国民的美魔女ファイナリスト今村彩51カラットです。今回は私が老けないためにやっていることを皆さんにご紹介したいと思います。ありがたいことにコンテストから12年、皆さんにはあまり変わらないねとおっしゃっていただいているので、何が功を奏しているのか自分なりの秘訣を今日は皆さんにお伝えしたいと思います。それではレッツ美魔女。まず1つ目は首肩のケアです。今日はこちらです。ネックマッサージャーです。こちらはオムロンのもので、あったかい冷たいと温度調節もできるようになっていて、こんな形で電動でやっていきます。私がこういった首肩ケアを気にするようになったのは、やはり1人目の娘を出産した後に授乳するにあたってやっぱり首をかしげることが多かったり、そういった体勢ですごく首肩が凝っていたので、そういったところから、首肩ケアを始めました。首のあたりとか肩の血流が詰まっていると首が太くなったり、やっぱりそこが重くなったりすることが多いので、やっぱりそこをほぐしてあげることによってよりこの辺のすっきり感が出てくるかなと思います。で割とこちらは、ちょっと重みもあるんですけれども、寝る前に私はベッドのところに置いて、下に枕ピローを置いて使うんですけれども、すごく首肩をすごいゆっくりほぐしてくれるので、すごくよく眠れるのでとってもおすすめです。こちらのオムロンは実は11年ぐらい使ってます。もうこれも愛用品で手放せないアイテムの一つです。であともう一つはですね、結構今最近これすごい電動のこういった小さめのもの流行ってると思います。で実は私これ3種類大きさ違い、それからメーカー違いで持ってるんですけれども、コンパクトで小さめなので割とこういった首肩、こういうところにすごく使いやすいです。こういったちっちゃいコンパクトのものは割と首肩でも使えるのですごく気に入ってます。で形状がいくつかこういったものタイプといろいろあるので、その辺は自分が使ってみてほぐし具合を見て自分が好きなタイプを使ってみるといいと思います。で実はこれゴルフコンペで商品で頑張ってもらったやつなので、私の戦利品です。はい。2つ目の秘訣ですが、これは美容医療です。美容医療というと多分皆さんちょっとどうかなって思う方も多いとは思うんですけれども、私は45カラットから美容医療を始めています。一番最初にやった美容医療はボトックスです。やっぱりこの辺の小じわだったりこういうことをするようになるとこの辺にシワが寄ってくるので、それがすごく気になり始めて、お友達にやってみたらって声をかけてもらってやったのがきっかけだったんですけれども、おでこも眉間も、あとこういった目の前の小じわもやっぱりやることによってすごく張り感が出て、やっぱりすごく若々しさ、表情がすごく明るくなるので、私としては割とボトックスは美容医療の中でも一番入りやすい入り口なのかなと思っています。でボトックスは割ともう本当に個人差があって、私はだいたい4ヶ月から5ヶ月ぐらいに1回打ってます。私は湘南美容外科の自由が丘のクリニックの滝沢先生が私のいつも見てくださっている先生で、やっぱりその先生といつも相談しながら、ちょっと先生この辺が気になるんだよねってお話すると、じゃあちょっとその辺打ってみようかとか、ちょっとこの辺りがもたつくんだよねって言ったら、じゃあボトックスこの辺でもちょっと打ってみようかっていう形ですごく寄り添ってくれる先生なので、いろいろコーディネートしてくださって、私の一番美容のアップデートを一番今してくださってます。そういった信頼できるドクターっていうのはなかなかすぐには作れないと思うので、今ね無料でもたくさんカウンセリングやってるとこあるので、いろいろ足を運びながら自分に合うもの、自分に相性の合う先生を見つけて行ってみるといいと思います。
そんな感じで私はいろいろこう見ていただく中で、最近やっぱりこうたるみ、年齢とともにこのたるみとこのちょっと二重顎というかフェイスラインがすごく気になっていて、この間相談をした時にデンシティっていうのが、いわゆるハイフとか、いろいろ RF とかいろいろこう多分そういったリフトアップの照射系のものってあると思うんですけど、デンシティというのがいいよということでちょっとこの間やってもらって、割となんかそのハイフとかよりも結構すぐにこう効果が綺麗に見えたので、これもだいたい1ヶ月ぐらいが最大って言ってたので、多分あと私ももうちょっとするとその最大のところまで来ると思うので、あとどれぐらい上がっていくのかなっていうのをちょっと楽しみにしています。あとはそうですね、本当にこれはおすすめなんですけど、リジュランです。私はちょっともう韓国に渡韓した時にお友達が通ってるクリニックでご紹介していただいて初めてリジュランをやったんですけれども、ものすごく痛いんですけどものすごく効果があります。もうなんか針をもう手打ちでいっぱい打つので本当に痛くて、もうなんか痛みボールみたいのをこもってこんなに握って30分も耐え忍んだ感じだったんですけど、すごく効果があっておすすめです。あとはですね、もう一つ今ここ最大の私の課題なんですけれども、首です。皆さんお顔に結構集中する方が多いんですけど、年齢って割と手だったりここの首にすごく出やすくって、でもう先生にこの間ご紹介いただいたのが、プロファイロ、結構手とかにもやってる方が多いのかな。プロファイロというものをこの間ちょうど打ってきて、で徐々にコラーゲンを再生してこのシワをなくしていくという効果があるものです。で、シミ対策っていうところなんですが、やっぱり私の時代は結構日焼けしてるのがすごくこう流行っていた時代なので、割とその昔に焼いたシミだったりとかいろんなものが体に蓄積されていて、で最近シミは定期的というよりもちょっと気になり始めたらクリニックに行って、ピコトーニングなどをこうワンクール5回でワンクールとかをこうちょっとやって、今後もちょっとそういったシミ対策 UV 対策をしていけたらいいなと思っています。3つ目は張り感のある肌。ここはですね、私が今一番おすすめしたいのがこのリジュランのシートマスクです。こちらはちょっと大きい方なんですけれども、首まであるタイプなんですね。でこちらはフェイスのみ、顔のみのリジュランで、これはちょっと私韓国に行った時に買ったんですけれども、密着感がすごくよくって、であとこんなにって思うぐらい美容成分の液が入っているので、割とやった後残ったものも体だったりとか首周りだったりとかに塗って少しマッサージしてあげたりとか、いろいろ使えるものなので皆さん参考にしてみてください。もう一つ、このカヒ、これ割と結構ドラマとかで女優さんがこうなんかちょっとこう使ってるのが多分目にすることがあると思うんですけど、こちらは、こういったスティック状になった美容液成分が入ったクリームです。でこれは首ですとか、あとこのほうれい線だったり目の周りのこういった小じわ、こういったものに、使っていただけるものです。であとこちらはリップマスクって言いまして、可愛いんです。なんか本当にこの唇の、シートマスクで、なんかこれもちょっとお土産に差し上げたらすごく喜んでくださって、私も子供と一緒に使ってるんですけど結構可愛いです。唇は割とやっぱり年齢とともになんかちょっとこう乾燥しがちだったりしぼんでくる、ふっくら感がどうしてもなくなってくると思うので、そういった意味でもこういったリップマスクですとか、あと私が今お気に入りなのがこちらです。これは美容液、唇の美容液なんですけれども、夜寝る前に塗っても全然問題がないので、ちょっとミントの香りとなんかちょっと甘みがあるんですけど、乾燥しがちな、そうですね、季節だったりとか、年齢にともにこういったものもちょっと使ってあげるとより効果的なのかなと思ってます。では4つ目、私が老けないためにやっていることです。自分の好きな、自分の、お気に入りのコスメですねを長年愛用しているものを使っていくところです。やっぱりこう化粧品とかいろんなものってすごく新しいものがどんどん出てくると思うんですけれども、やっぱり自分がこう使っていて自分に一番合うものっていうのが皆さんも絶対あると思うので、そういったものを私は、長く愛用しています。こちらのまず、マスカラなんですけれども、
これはランコムのマスカラで、長さだったりボリュームだったりその時々によっていろいろこれも変わっていく、最新にアップデートされていくんですけれども、一つだけ私が絶対このマスカラで、こだわっていることがノンウォータープルーフです。割とウォータープルーフ好む方も多いと思うんですけれども、やっぱりこう落とす時とかにどうしてもウォータープルーフのものって密着感が強いので、私はこういったノンウォータープルーフのものを必ず使うようにしています。ランコムと出会ったのももうちょうど私が航空会社に勤めた時に、私の航空会社のメイクの担当の先生がランコムの先生で、そこからのご紹介だったんですけれども、そこからもずっと愛用しています。それに伴ってなんですけど、やっぱり目の周りだったりとかリムーバーといってこう落とす時はやっぱりこのランコムのこのオイルなんですけど、これを使っています。本当の少量ですごく綺麗に落ちるので、ガシガシこうやってしまうよりはちょっと綿棒とかで優しくちょっと細かくパーツ落としてあげる方がお肌にもいいのかなと思っています。これも多分一緒ぐらいから使ってるので、かれこれ25年ぐらいになると思います。あとはですね、このアイブロウペンシルです。今これマキアージュになってるんですけど、以前ちょっと私が使ってたのはピエンというブランドで、それがもう製造中止になってマキアージュになったんですけれども、大学生ぐらいからピエンを使い始めて、でそれがこのマキアージュに変わって、すごくいろんなものも試したんですね。やっぱり新しいものも使ってみたんですけど、やっぱりその描きやすさだったりとか、その柔らかさだったりとか、あとはその色ですね。これはちょっと711っていう色目なんですけれども、ちょっとライトブラウン、これが私のやっぱり肌の色だったりとか雰囲気にすごく合ってるので、大学時代ぐらいからずっとこれは愛用している、アイブロウの一つです。で最後何度かご紹介していると思うんですが、こちらです。これはクレドポーの、ファンデーションです。パウダーファンデーションなんですけれども、オークール20番、これも実は色が変わってなくってずっと愛用してます。前の仕事がCA だったので、その当時やっぱり夜フライトして朝までお化粧とかもそんなに直す時間が忙しくてなかったので、割とこのファンデーションすごく持続性もいいし、結構夜フライト前にお化粧をして行っても朝のフライト終わった後までも結構崩れず、結構持ちも良かったので、今もずっと愛用させていただいてます。私の老けないためにやっていること5つ目は足のむくみケアです。足のむくみっていうのは割とそれが蓄積されるとそれが太くなってしまうっていうことを聞いたりしたので、必ずもう一日の最後に疲れを取るためにも私は足のむくみケアをもう多分ずっとやってます。で、最初に出会ったのがこのメディキュットなんですけれども、ずっと飛行機で乗務してるとずっと立ってる仕事なので、もうすごく足がむくむんですね。今もですね、家事仕事とかしてると割と一日立ってることも多いし、子供が一緒にいるとやっぱり歩くこともすごく多くなるので、今もこういった形でメディキュットを履いたりとか、あと最近ではこういったちょっとショートタイプ、ふくらはぎのみだけにつけられるようなちょっと素材に柔らかいタイプとか、こういったものを使いながら、対策しています。あとはですね、こういった休息時間、本当にちょっと足が疲れた時、ゴルフの後とかは足がパンパンになるので、そういった時にこれもつけながら、でこれ貼りながらこのメディキュット履いても全然履けるので、ちょっと足の疲れ具合によってはこういった足のシートを使ったりしています。あとはですね、この休息時間に続いてこういったマッサージ機、これでよくお風呂出た後にマッサージしてほぐしてあげて、最後にこのメディキュットを履いて寝る。足のむくみは本当に取ってあげると疲れも取れますし、美脚をきれいに保つためには、こういったアイテムぜひ皆さん使ってほしいなと思ってます。ではこれから足のむくみケアをしてみたいと思います。私はですね、いろいろ種類があるんですけれども、このちょっと細いタイプ、結構ツボ押しになるんですけど、これが結構気に入っていて、ちょっとやってみましょう。はい、では、実際にマッサージ機を使って足のむくみケアしてみたいと思います。ちょっと強さ調節とかもできるんですが、あんまり強くするとちょっと痛いので、私は今日は一番、弱いところですね。まずここの骨のあたりからゆっくりほぐしていきます。
上から下にゆっくり、あと反対側もですね、こういう感じで、骨に当たるとすごい痛いので気をつけてください。私は10分前後、マッサージします。はい、ではマッサージをして疲れをほぐした後に、こちらメディキュットです。これは本当に靴下タイプなので、そのままちょっと結構着圧が強いので、ぐっとしっかりで M サイズと L サイズと2つあるんですけど、私は結構しっかり着圧したいので M サイズをこれ購入してます。きちんと毎日少しの時間でもいいのでむくみケアしてあげているとすごい軽くなりますし、皆さんの多分気持ちも明るくなると思うので、ぜひ試してみてください。以上、私の老けない習慣5ついかがでしたか？皆さん何か一つ気に入ったものがあったら嬉しいです。いろいろ美容とはすごく深いものがあって、私も一つ一つ楽しみながら新しいこと挑戦してみたいなと思っています。美魔女スタイルのチャンネル登録、いいねボタン、それからコメントも皆さんお願いします。お待ちしてます。